皆さん、こんにちは。ゆいです。今日も私たちのポッドキャストにようこそ。こんにちは、あきらです。いつも聞いてくれてありがとうございます。あきらさん、最近朝の電車ってどうですか？混んでます？いやー、相変わらずすごいですよ。毎朝ぎゅうぎゅうの満員電車に乗っています。本当ですよね。日本の通勤ラッシュってやっぱり大変だなって毎日思います。ゆいさんも電車通勤ですよね。朝は急いでる人が多いから空気もピリピリしてますよね。そうなんですよ。みんな自分の世界に入ってるというか、スマホを見たり寝ていたり。ええ。そんな中でたまに面白い光景というか気になることってありませんか？まさに今日それについて話したいなと思ってたんですよ。実は今朝の電車で隣に座った女性がすごく本格的にお化粧を始めたんです。おー、電車でお化粧ですか。本格的ってどのくらいですか？もうバッグから大きなポーチを出して、ファンデーションからマスカラまで全部です。それはすごいですね。揺れる電車の中でマスカラってちょっと危なくないですか？私もそう思って横でハラハラしながら見ちゃいました。でも本人はすごく慣れてるみたいで。だから今日はこの電車で化粧をする女性について少し掘り下げて話してみたいなと。なるほど。電車内でのマナーって日本ではよくニュースやネットでも話題になりますからね。そうですよね。鉄道会社のポスターでも車内での化粧はご遠慮くださいって書いてあったりします。ええ。でも実際にやってる人は結構見かけます。ゆいさんはこれについてどう思いますか？私は正直に言うとちょっと複雑な気持ちです。マナー違反だとは思うんですけどね。でも同じ女性としてそこまで急がなきゃいけない理由も少し想像できちゃうんです。なるほど。急いでいる気持ちに共感する部分もあるんですね。男の僕からすると、化粧の大変さは正直あまりピンとこない部分があります。そうですよね。男性は朝顔を洗って髭を剃るくらいで終わる人も多いですから。ええ。だから純粋に家でやってくればいいのにって思ってしまう人も多いと思います。それはごく自然な意見だと思います。私も基本的には家で終わらせてから出かけますし。あと、単純に見ているとちょっと気まずいというか、見てはいけないものを見ている気分になります。その感覚わかります。お化粧って本来は自分の部屋とか洗面所でこっそりするものですもんね。そうなんです。プライベートな時間を公共の場所で見せられているような違和感がありますね。日本人は特にパブリックとプライベートの境界線を大事にする文化がありますからね。だからこそ電車の中というみんなの空間でそれをやると目立ってしまうんだと思います。先ほどゆいさんは急いでいる気持ちもわかると言っていましたが、どういうことですか？実はですね、女性のお化粧ってちゃんとやろうとすると30分くらいかかることもあるんです。30分もですか。それは朝の貴重な時間の中ではかなり大きな割合ですね。そうなんです。もし寝坊してしまったらもう時間が足りません。でも日本の多くの会社では女性がノーメイク、つまり化粧をしないで出社するのは良くないとされる風潮があります。ああ、確かに。社会人のマナーとしてお化粧をすることが求められている部分はありますね。ええ。だから遅刻するよりは電車の中で化粧をしてでも間に合わせた方がいいと思う人もいるんです。私も昔どうしても寝坊してしまって駅のトイレで慌てて眉毛だけ描いたことがありますよ。駅のトイレで。なるほど。それだけ女性にとってプレッシャーでもあるんですね。もちろんだからといって電車内でしていい理由にはなりませんが、背景にはそういう事情もあるんです。事情は少し理解できました。でもやっぱりマナー違反だという声が多いですよね。はい。アンケートなどを見ても
多くの人が不快だと感じているようです。具体的にどういうところが一番嫌がられるんでしょうか？一つは物理的に迷惑だということですね。例えば、ファンデーションの粉が飛んだり、化粧品の強い匂いがしたりします。なるほど。混んでいる電車だと、隣の人の服に粉がついてしまうかもしれませんね。そうなんです。人のスーツを汚してしまったら、本当に大きな迷惑になりますから。匂いについても、香水ほどではないにしても、独特の香りがありますよね。ええ、密室空間なので、匂いに敏感な人にとってはとても辛いと思います。私自身も他人の化粧品の匂いがふわっとくると、ちょっと顔を背けたくなります。物理的な問題だけでなく、見た目の問題もあるかもしれませんね。見た目というと、顔が変わっていく過程を見ることですか？そうです。言い方は少し悪いですけど、化粧をしている時の顔ってあまり綺麗じゃない瞬間もありますよね。わかります。口を大きく開けてマスカラを塗ったりとか。女性から見てもその無防備な顔を公共の場でさらけ出していることにびっくりします。日本には恥の文化というか、人前でどう見られるかを気にする習慣が強いはずなんですが。そうですよね。でも電車の中で化粧をする人は、周りの人が風景になっているのかもしれません。周りが風景ですか。自分一人の部屋にいるような感覚になっているということですね。ええ。誰も私のことなんて気にしていないという安心感があるんだと思います。でも実際にはみんな目のやり場に困ってチラチラ見ているんですよね。ところでゆいさん、化粧といってもいろいろありますよね。どこまでなら許されると思いますか？その境界線は面白いテーマですね。人によって全然違うと思います。例えば、乾燥している時にリップクリームを塗るのは？リップクリームは全然 OK だと思います。それはスキンケアの一部みたいなものですから。僕もそう思います。じゃあ、口紅をさっと塗るのはどうですか？食後にさっと直す程度なら、まあ許容範囲かな。でも鏡を長く見るならトイレに行ってほしいですね。なるほど。じゃあ、ファンデーションを顔全体に塗るパウダーはどうですか？それは完全にアウトです。粉が飛ぶし動作も大きいですから。わかりやすい基準ですね。匂いが出たり、周りを汚す可能性があるものはダメということですね。そうです。それにアイラインみたいに、もし電車が揺れて失敗したら危ないものも避けるべきだと思います。ふと思ったんですが、これって世代によっても感じ方が違うんじゃないでしょうか。世代ですか。確かに年配の方ほど厳しく怒るイメージはありますね。そうですよね。今の若い人はマナーがなってないって。でも最近は若い人たち同士でも、あれはちょっと恥ずかしいよねって冷めた目で見ている気がします。そうなんですか。じゃあ若い世代の間でもやってはいけないことという認識はあるんですね。あると思います。SNS なんかでもよく批判の対象になっていますから。今はスマホで何でも撮られてしまう時代ですしね。目立つ行動はリスクが高いです。本当にそうですよ。誰かに動画を撮られてネットにアップされたら大変です。だからこそ少し早く起きて家で済ませるか、せめて会社のトイレでやるのが無難ですよね。自己防衛のためにもそれが一番賢い選択だと思います。電車内のマナーといえば、お化粧以外にもいろいろな問題がありますよね。ありますね。例えば、電車の中で何かを食べるのはどうですか？それもよく議論になりますね。おにぎりやパンを食べる人、たまに見かけます。新幹線みたいな長距離列車ならお弁当も普通ですが、通勤電車だと少し違和感がありますよね。そうですね。これも匂いが強いもの。例えば、ファストフードのハンバーガーとかだと周りは嫌がります。お化粧の匂いと同じですね。他人の空間に匂いでお邪魔してしまうのは
やっぱりマナー違反なんでしょうね。あとは、大声での電話ですかね。日本の電車では電話で話すのは基本的に NG とされていますから。あれは本当に気になりますよね。でも、お化粧と違って、電話の場合は車内アナウンスでもしっかり注意喚起されています。携帯電話での通話はご遠慮くださいってよく聞きますよね。ええ。だからこそみんな電話はダメだと強く意識しているんだと思います。ちなみに、海外ではどうなんでしょうか？電車での化粧って気にされるものですか？僕の海外の友人に聞いたことがあるんですが、国によって全然違うみたいですよ。へえ、そうなんですね。どんな風に違うんですか？ある国では、他人が何をしていようが気にしないという文化なので、全く問題にならないそうです。なるほど。個人主義というか、人に迷惑をかけなければ自由という考え方ですね。逆にマナーに厳しい国もあると聞きます。日本は特に場の空気を読むことを求められますからね。日本で生活している外国人の学習者の方々も、こういう見えないルールには驚くかもしれませんね。法律で禁止されているわけじゃないのに、みんながやってはいけないと認識している空気があります。それが日本の面白いところでもあり、難しいところでもありますよね。そうですね。だからこそ、こうして言葉にして話し合うことが大事なんだと思います。ここまでいろいろと話してきましたが、アキラさんは最終的にどう思いますか？僕はやっぱり基本的には避けるべきだという立場ですね。みんなが気持ちよく過ごすためには必要かなと。そうですよね。私も同感です。忙しい気持ちはわかるけど、周りへの配慮は忘れたくないなと思います。もしどうしても時間がなくてピンチの時は、ゆいさんはどうしますか？私はマスクをして顔を隠します。今はマスクをしていても自然ですからね。なるほど。それはいいアイデアですね。目元だけ家でささっとやって、あとはマスクでカバーする。はい。そして会社に着いてから始業時間までにトイレで少し整えれば十分だと思います。それなら誰にも迷惑をかけないし、自分も恥ずかしい思いをせずに済みますね。そうなんです。ちょっとした工夫でストレスなく社会生活を送れるようになりますよ。マナーって結局は思いやりですからね。自分も相手も心地よくいられる方法を見つけるのが一番です。このポッドキャストを聞いている日本語学習者の皆さんも日本の電車に乗る機会があると思います。そうですね。旅行で来る方も日本で働いている方もいるでしょうね。もし電車の中でお化粧をしている人を見かけても、あ、急いでるんだなと心の中で思ってあげてください。でも、自分自身はなるべくやらないように気をつけた方がいいですね。間違いないです。特に混んでいる時間はトラブルの原因にもなりますからね。日本の迷惑という概念を理解するのは、日本社会を理解する大きなステップになります。言葉だけでなく、こういう文化や習慣の違いを知っていくのも語学学習の醍醐味ですよね。僕たちもこうして話すことで自分たちの文化を客観的に見つめ直すいい機会になっています。本当にそう思います。これからも日常のちょっとした疑問をテーマにしていきたいですね。はい。いろいろな角度から日本のリアルな生活をお届けできればと思います。さて、今日は電車での化粧についてお話ししてきましたが、時間も近づいてきました。皆さんはこの話題についてどう思いましたか？ぜひ皆さんの国の様子も知りたいです。もしよろしければコメント欄で意見を聞かせてくださいね。いろいろな意見をお待ちしています。そして今日のエピソードが面白い、役に立ったと思ったら、ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。登録していただくと新しいエピソードを逃さずチェックできますよ。それから日本語のリスニング練習のために今日の会話のスクリプトも用意しています。はい、スクリプトはコメント欄の一番上、固定コメントにリンクを貼っておきますね。ぜひダウンロードして復習に使ってください。シャドーイングの練習にもぴったりだと思うので、
何度も繰り返し聞いてみてください。それでは今日のポッドキャストはこの辺で。最後まで聞いてくださってありがとうございました。ありがとうございました。また次回お会いしましょう。